隣のジェルコですね。危ない。止めた。すごい。もう片手で止めれるんや。余裕になってます。前回のあらすじ、モーテルに泊まった2人はようやく平和な一夜を過ごせました。と思いきや、ダニエルの力が暴走して大変なことになったよ。お父さんの死、この辛すぎる現実と向き合い、エピソード1は幕引き。さて、こっから2人はどうなっていくのかな。今回からエピソード2に入るんですけども、最初の部分ちょっとスキップするのであらすじだけお話しさせていただきます。もう冬になってます、季節は。冬の服は着させてもらってんねんな。そうですね、キルティングのちょっとあったかそうなやつとか弟は着てますね。で、弟の力があるっていうのがモーテルでバーッとなったので発覚したので、えらいことになった、はい、まずそれをコントロールできるようにならなくちゃいけないって言って、こう力のコントロールする訓練を積みます。訓練シーンがあるんや。そうですね、もう完全にお兄ちゃんコーチになって缶をサイボーグ009みたいな、はい、で缶を浮かしたり岩を浮かしたりしてやっていきます。そういうのもあるんや。そうなんですよ。で、なんか部屋にあるメモを見てみると、11月の10日が最初の特訓で、12月の1日にはでかい石を浮かしてるっていうんで、もう3週間で急成長してますね。スター・ウォーズ、もう完全にフォースをできると思ってたよ。これ。そうですね。ガソリンスタンドでもらってきたこの可愛いワンちゃん、モデルにもいましたけど、このワンちゃんも一緒にこの訓練の場にいたり一緒に暮らしてるんですが、ワンちゃんは覚醒しないね。ワンちゃんは覚醒しないです。ただ、このチャプターの最後で、ワンちゃんが森にいたクーガーに食べられて死にます。これを発見した弟がこのクーガーに対して怒って、そりゃそうやろ、勢いで浮かせてるんですけど、ほなもう今までとはもう段違いに重いものを浮かせたわけや。そうですね。しかも不安定なものを、それ生きてるものを。で、この状態で弟がこのクーガーに何をするのか分かんないけど、やめろっていうか邪魔をしないで力を使わせるかっていう選択がここで迫られます。それ当然このお兄ちゃんってやめろって言うやろ。やめろって言いますか。やめろって言います。はい。で、なんかあんた八つ咲きのシーンを僕たちは見ることになるんで。そういうことで血まみれシーンやで。それ好きな人はそっち行くな。僕は見たくない。わかりました。じゃあここでは止めに入る方向止めに入ってください。選択したいと思います。じゃあ今からやるのは止めに入ったバージョンの未来のセーブデータを使っていきたいと思います。ちょっと待って、あなた邪魔しないっていう方がやったんやろ。両方やりました。両方セーブデータ作ってありますよ。八つ咲きになんねやろ。まあどうなるかはね、皆さんやっていただいてすごい今、はい、ビジネスマンの顔に。本題に入っていきたいと思います。はい、すいません。着いたぞ。すげえ久しぶりに来たな。いつぶり？お前が生まれる前。そうですね。ダニエル、ちょっといいか。ばあちゃんは超綺麗好きなんだ。俺が家に雪玉持ち込んだ怒ったらしいし、少しは綺麗にしないとな。呼び鈴鳴らしましょう。呼び鈴が真鍮でできててかっこいいよね。悪いけど今は何も。久しぶり。ショーン？まあ、この子ダニエル？どうかしたのか？何が？来て、あなた。本当に久しぶり。一体どうしたんだ？どうしたもこうしたもないわよ。いろいろあって。風邪ひいてるのか。まあ大変。咳してるじゃないの。でもとにかく入って。ショーンもね。よかったね、入れてもらえて。なんかゴテゴテしなくて簡素に生活してはるっての分かるよね。趣味がいいというか。そうですね。ね。どうだ？温まったか？
うんおかげで落ち着いた。お薬を飲ませてきたわ。あの程度で済んでよかった。もっとちゃんと面倒見なさい。スティーブン、ちょっとこっちに来てくれる？なんかややこしいなこの2人も。ちょっと気難しそうなわ。止めてくれるといいけど。なあそうやな。すげえ居心地悪い。確かに確かに。こそこそ話されてますからね。ほんであのお二人は白人に見えたじゃないですか。そうですね。だからもともとがそういう人種的な問題を抱えてる夫婦やったんかもしれへんよね。そういう感じもあったのかもしれないですね。お母さんはいわゆる違う人種の人に惚れて結婚したってことそうですね。メキシコから来たエステバンに惚れました。ね、よっぽどエステバンは何か魅力があったんだな。そういうことじゃないか。顔はかっこよかったですね。だからもともと一つ思いを抱えてねこの夫婦はな。もともと祝福された結婚じゃなかったっていう感じなんですよね。多分かもしれない。はい。結果としてお母さん失踪しちゃってます。そういうことそういうこと。大丈夫。なあショーン、聞きたいことがあるんだが。あなたが聞いてねって言われて警察から電話があってあなたのことを聞かれたわ。結局おばあちゃんに殺人事件の容疑者だって。そうなんだ。ガソリンスタンドでの暴行と窃盗もよ。おばあさん率直すぎるよね。ねじれなあなた話やな。たちを助ける前に聞かせてちょうだい。シアトルで警察官に何かしたの？って答えたらいいんですかね、この肩身の狭い僕は。いやだから何それか何もして何もしてないって言わしてあげたいよね。実際何もしてないわけですしね。言っちゃいます。言っちゃいましょう。まさかそんなのでたらめだ。何もしてないよ。落ち着いてくれショーン、頼む。こっちは全部知ってるわけじゃないんだ。俺が覚えてるのはあいつが父さんを殺した、それだけだ。まあそんな。お父さんのことは本当に残念ね。でもやってないのになぜ逃げたの？まためっちゃ詰めてきます。もう非常に強情的な、何かそこに理由があるっていうよりは攻めたがってますよね。攻めたい人。攻めたい人ですよね。でおじいさんは引いてますよね。おたおたしてはりますよね、もうもはやね。そこまで言わんでもって。まあでもちゃんとはっきり言いなさい、ちゃんとはっきり言えば聞く余裕はあるっていう目でしたね、そこはね。拒絶はしてませんよね。はい、お母さんおばあちゃんも。おばあちゃんがこの家の主人ですね。っていう感じですね、もう明らかに。おばあちゃんの意思がこの家の意思です。お兄ちゃん頑張れ。ショーン頑張れ。それしかなかったでいいですか？パニックになったわけでもないよね。だってその後大爆発があって。そうですね。それしかなかったから。そうね、それしかなかったでしょうね。行きましょう。そうするしかなかった。逃げなきゃ警察に濡れ衣着せられてただろうし。そうですよ。そうしたから今疑われてるんでしょ。非常にもうこれだけで強情的な人やっていうのが分かるよね、おばあさんはね。その体制とか権威とかっていうものは絶対悪いことはしない、守ってくれるはずだと。あなたがやったことはルール違反でちゃんと話せば分かったはずだっていうふうにね、その目の前で警官にさ、自分のお父さんが撃たれてるっていう状況を判断できないねんな、このおばあさんはな。でということはこのおばあさん夫婦も今やっぱり静かにパニックにあるっていうことが分かりますよね。パニックになる時には権威主義になりますからね、人間は。そうか、その前にでもお父さんが警察に撃たれて、その警察を信頼するっていうことはできないなっていうところまで想像するっていうことってね、意外にパニックの時には難しいんですよね。もう一番手近にある答えをつかみたくなっちゃう感じですね。そうですそうです。里子に出されるだろうし。そうとは限らないと思うぞ。とにかく、無事にここまでたどり着けたんだ。
だからこのシーンでもね、そうとは限らないぞっていうところで、もうおじいさんにしても、要するにお父さんはもう、まあ当然ですけど別れてますけども他人なんですよね。お父さんに対する共感性はこの母方のおじいちゃんおばあちゃんはまあほぼないっていうことが分かりますよね。確かに亡くなって残念だったとかいいやつだったとかないですね。全くない。だからそれこそ無意識的にはちょっと怖い言い方をあえてすると消えてくれてよかったみたいなね。前からあいつのことは信用してなかった。あるいはあいつがいるからうちの娘は人生を誤ったとか、何かそういうものがあるから、もうちょっと心を落ち着かせたら、やっぱりかわいそうだったっていう人間的な気持ちが湧いてくるんだけど、今の状況の中ではこれだけ人間っていうのは冷たくなれる、冷酷になれる。全ての人がこういうパニックの時には異常心理になって、身内とそれ以外のもう無視していい人をもう厳然と分け始めますね。本当何事もなくてよかったわ。ある意味の残酷さは出てますよね。それでこれからのことちゃんと考えてるの？考えてるよ。けどいろいろあったから。そう。考えたこと聞かせてちょうだい。弟と話していて、父さんの故郷のメキシコに行くかどうしようかみたいなことがこの前にありました。ここでまだ10代やからメキシコに行くって言っちゃうかな、そうするとその前に警察が来るとか、この2人が垂れ込むんじゃないかまで考えられないかな、子供やから。メキシコに行くにしようか。今考えていることを言っちゃいます。はい。メキシコに行くよ。プエルトロボスへ。父さんの実家があるんだ。ショーン、警察から逃げ続けるなんてできることじゃないわ。逃げながら一体どうやってあの子の面倒を見るつもりなの？しばらくの間うちにいなさい。スティーブン、その話は。カレンが失踪してからお前のお父さんは私たちを避けてきた。無理もない。だがお前たちは家族だ。だから力にならせてくれ。最後はちょっとお父さんイニシアティブを取りましたね。取り直しましたね。お母さんまあまあっていう手の動きがありました。ありましたね。よかった。よかったです。これは単純にありがとうでいいですかね。そうですね。いいの？それは助かるよ、じいちゃん。ありがとう。じゃあうちのルールを決めておきすますかさず散らかしたり騒いだりしたらご飯抜きね。目立つ行動を何この厳しさ。この町は小さいし詮索好きな人間だらけだからな。止まるの？本当？着替えてる。着替えました。ショーン、聞いて、鉄道ジオラマ見っけたんだ。こら風邪っ引きはしっかり寝てなさい。ええ、そうね。でももう元気そう。ともかくしばらくここにいなさい。ダニエルが良くなるまではね。後のことはまた考えましょう。さて、お腹空いてるでしょ。何か作るわね。なんかこのおばあさんさ、長男の前でのおばあさんと次男の前でのおばあさんの顔が全然違うよね。違いましたね。ここに残酷な現実を見ましたね。ここなら安心だね。ああ、それにお前の調子も良くなりそうだしな。ねえ、ここってお母さんの部屋かな？違うと思うぜ。ガキの頃の記憶の限りは。明日探してみない？お母さんの部屋。なんでだよ。お母さんのこと知りたい。ダニエル、わかるけどそうやな。さ、ほとんど記憶がないんやからな。大事にしなきゃいけないのは今と。お母さんに手がかりがあるのはこの家が初めてなんですよ。俺らを捨てた。ダニエルにとって。未来を決めたんだ。俺らも過去は捨てて
未来を決めるんだよ。わかるだろ。前を向けと。これ日本の物語だったら絶対お母さんを探す旅になりますよね。ああ、そうですね。うん優しかったお母さんは。そう、絶対そうなると思いますわ。でもアメリカではそうならないんですよ。母親からの自立っていうのはカーボーイのテーマやからね。おお、そうなんですね。どうやったんだ？わかんない。集中するとああなるんだ。ああ、能力のことね。まだコントロールできてない、しきれてない。痛みは感じるからやろな。強くなった気分はっておかしいやろ。痛みは心配するかポジティブに捉えるか。なんかかゆいけど、かゆいんだ。あと疲れる。ああ、疲れるよな。そうなんだ。とにかくルールは忘れんなよ。ばあちゃんたちに変に思われたくないからな。見嵐せない起こすなよと。話さない。そうですね。見せない、話さない。分かってるって。それさえ守ってればあとはなんとかなる。おやすみダニエル。かゆいって意外ですね。しびれるような感じなんかな。細かいシミとかも全部表現されてるからリアルやね。そうですね。ショーン起きてる？ほらな、鉄道模型なんかで遊ぶのはやっぱり上下が多いんですよ。つまり頭脳型の人多いんですよ。ダニエルは理想の孫だろうな。おはよう。なんかここに来熱てもう1帯魚も買って週間もはんねや。経つなんてな。あら、やっとこれは起きたの朝日ですねね。。そうですね。おはよう、ねぼすけさん。ダニエル、朝ごはんよ。お兄ちゃんと食べなさい。貨物列車見たらね。スティーブン、見せるのは後にして。ダニエルに朝ごはん食べさせないと。まったく仲良しね。やっと来たわね。快速列車走らせてたんだ。でも壊れちゃって。すぐに修理せんとな。そう。でもキッチンに持ち込むのはダメよ。厳しい。了解バス。やっぱりボスなんや。お口に合うかしら。うん食べなくてもわかる。美味しそう。絶対美味しいよ。田舎暮らしにもだいぶ馴染んできたみたいね。いろいろ気にしなくて済むし、そうだ、それ大事だよ。結構気に入ってる。田舎暮らしの利点ね。都会と違って安心だもの。そうだね。安心かな。クマとか出えへんのここか大好き。よかったわ。ご近所さんとも仲良くしてね。ここではみんな助け合ってる。お隣のチャールズも奥さんが亡くなってね、息子さんと辛い思いをしているの。シアトルじゃ途方に暮れてたでしょう。ここならみんなで支えられる。息子って？へあなたくらいの男の子。え、そっか。片付けをするんですが、ここで弟若干調子に乗ります。いや、これやめろやろ。やめろですよね。やめろでしょ。ダメだよ。ダメですよね。結構やめろっていうのが遅かったんで、結果何も言わないんでした。スティーブンより早食いなのね。なんだかんだでうまくやりました。ねえ、おばあちゃん、ほんまや。聞きたいんだけど、上の鍵のかかった部屋って。あそこには面白いものなんてないって言ったでしょ。秘密の部屋。じゃあ中で何してたの？昔のものを整理してたの。いい？
あの部屋を探検するのは危険よ。大丈夫だよ。それも行けって言ってるのと一緒ですよ、ばあさん。物語的にはそうですね。外で遊んできたらもう元気みたいだし。めっちゃ部屋避けてるやん。わかった。ショーンの準備ができたら一緒に遊びに行くね。裏庭から出ないでね。誰にも見られないように。あの人の部屋だって伝えるべきじゃん。あそこはただの部屋。あ、お母さんの部何も屋ないわ。そうなんです。お兄ちゃんは知ってる記憶があるから。ダニエルに見せたいんだ。お母さんのな。うん。このままじゃ辛いよ。ええ、分かってる。でもあの部屋にカレンはもういないの。いや、そういうこと言ってるんじゃない。おばあちゃん。おばあちゃん論点ずらしをしてます。立ち入り禁止。分かったわね。よっぽど傷ついてんねんな、おばあちゃんがな。そうですね。うん。本当に蓋をしてます。はい。まあどうでもいいはないか。お母さんから連絡があっやた。っぱりそれ聞いていいんじゃないですか。母さんから連絡は父さんとあんま話さないままいなくなったから。ええ、あの子はショーン、やめましょう。この話は終わったことだから。とにかくうちにいる間はルールを守ってもらうわ。いい？弁護士がすごいルーにこだわる、ルーにこだわる。反発しますか、しませんか。反発したってこのおばあさん変えられないと思うから。はい。無意味ですね。はい。もちろん分かってる。ありがとう。ほっとしてるわ。さ、ダニエルが待ってるわ。外の物置におもちゃがあるの。鍵はスティーブンに聞いて。違う部屋はダニエルが喜ぶ。見ていいと。ありがとう。何があったのかますます興味が湧いてきますそうね。なんですよ。お母さんはみんなを傷つけまくってるっていうことでしょ。そうですね。もう何？取りロッ乱してごクンローラーめんなさいになったとかねそういうこいやでも感覚的には近いかもしれないですと。ね。で、なんかジャニス・ジョプリンを思い浮かんだんですよ。大丈夫厳しすぎる家からはいはい出て、話さなくてももうなんかすごい弾けてみたいな。そうですね。ストーリー、後半になると分かってくるんですけども、だいぶ近いです。マジで、はい。そうか、この家はジャニス・ジョプリンの家やったんや。実家です。実家やったんや。そんな気がしたわ。じいちゃんに鍵を貸してもらわないとダニエルを外に出してやらなきゃ。助手が必要だな。接着剤を取ってくれないか。後ろの戸棚にある。いいよ、待ってて。向こうの人ってこういう日曜大工みたいな感じのよくするよね。危ない。好きですよね。忘れてたよ。好き。こいつは不安定でな。あらら。どれどれ。あ、そっか。ごめん。いや、クレアに言われてたんだが、面倒でな。危ないねこれ。そうなんですよ。扉を閉めてくれるか。お直せばいい。前と少し話がしたいんだ。ああ、リアルな動きやね。見てしまってね。ダニエルのことだ。何の話をしてるかわかるね。これおじいちゃんにお皿浮かせたの見られてましたね。ここはまだ隠すんとちゃうの。おじいちゃんにも隠します。いいですか。ちょっと待って、なんでそんな言い方すんの。いや君と僕との会話になったよ今。真実を告げた、いや告げるとなんか物語が緩む気がする。あ秘密を隠す。あ、わかりました。はい。ちょっと緊張感を保ちましょう。ああ、どうかな。一体何のこと？なんと言っていいものか。あ、乗ってきた。何か見えない力のような神秘の力というか。踏み込まれました。ここでね、この今のセリフで、ごめんね、今度から短くするからね。今のセリフで おじいちゃんっていうのは神秘的なものとか、超常的なものに対して心を開いてる人やってことが分かるわけ。だからやっぱり年いってくると、だんだんとそういう
やっぱり自分の命、自分の死が近づいてくると、そういう神とか、あるいはあの世とか、あるいは神秘的な力っていうものがあるんじゃないかって、それにすがろうという気持ちが出てきたり、あるいはそれに心を開いて行く人いるじゃないですか。でもそういう人って若い頃からなんとなくそんな気持ちになってんねんね。森の中を歩いてたらバーッと虹が見えたりしたら、あれってやっぱり神様がいるのかなとふっと思うとかね、少年時代からそういうような傾向がある人多い気がしますよね。でおじいさんがこういうふうに「いや何のこと?」って言ったら現実の世界の方に足を踏み込んでるおじいさんならば「何ごまかしてるんだ」と「お前も見てるだろう」っていう問い詰める方向に行ってもいいと思うんですよ。だって現実には起こり得ないことが起こってるから、おじいさんは自分自身でその平静を保てない。だから隠してるっていうことが分かったら自分の中の不安を相手にぶつけるよね。そうするとちょっと怒ったりイライラしたりっていう態度を取ると思うんですね。おじいさんとおばあさんの違いね。おばあさんはもう絶対そうなるよね。おばあちゃん厳しい人ですからね。厳しいし、いや現実的やんね。でもおじいちゃんはちょっとそういう神秘的な世界と親和性があるって僕ら言葉使うんやけど、フィットしてる人やから、彼が何のことって言っても彼がただ自分の話を聞いてくれる用意があるということに心を開いて、おじいさんは常日頃からなんとなく思ってる神秘の力っていうのがやっぱり弟にはあるんじゃないかっていうふうに会話のリズムがそこでそがれてないんですよ。だから僕は意外でした。それはおじいちゃんとおばあちゃん、あのおばあちゃんと夫婦のおじいちゃんやったら、そこまで神秘的なものに対して心を開くと想定してなかったから、だから今ちょっと見ててホッとしました。そうです。おじいちゃんとおばあちゃんはだいぶ違う人。違う、世界観が違う。ダニエルはスーパーヒーローごっこが好きだからそれかな。そうか。気をつけろよショーン。あの子はまだ幼い。ところでこのことは秘密だ。クレアはとても信心深いからきっと理解しない。ダニエルを可愛がっているし、お前たちの安全と幸せを願っている。まあつまりだな、私たちと暮らしたらどうだ。メキシコに行くつもりなのは分かっているが。偉いな、このおじいちゃんって本当に優しい人やね。だって超常現象を起こすっていうことはもう認めてるわけやんか。そうですね。だからほっとくと問題が起こるやん。おばあちゃんもガンガラガンガラ言うかもしかしたら悪魔の仕業やなんか言い出す可能性もちょっとあるかもしれへんやん。でそれも踏まえているんですよね。それも踏まえてでも一緒に暮らさないかって、心が広いよね。でもここでありがとうって言ったら物語が続かないので、プエルトロボスに行くっていうふうにするんじゃないかと思う。わかりました。このお兄ちゃんはもう俺はメキシコに行くぜと。プエルトロボスには家があるんだ。父さんに聞いた。メキシコ系の逃亡者なんてビーバークリークじゃすぐに噂になる。アメリカはお前のふるさとだ。この家も。これも面白いね。彼は、このお兄ちゃんはアメリカで生まれたんやけども、お父さんに対して親しみを感じてるから、自分はメキシコ人だと、どちらかというと、自分のふるさとはメキシコだっていうアイデンティティを持ってるっていうことが話の上でも分かるけど、同時にこのおじいさんはそれを感じて不安になったんやね。違うよって、お前はアメリカ人なんだよ、私たちと同じアメリカ人なんだよ、でも彼は自分はメキシコ人になるとまでは言わないが、そっち側に行こうとしてるから、おじいさんはすごく不安になったんやと思いますね。だからこのね物語で深いね、アイデンティティの問題がずっと底流に流れてんね、自分は何者かっていう、日本人があんまり問わないことかもしれないね。そうですね。日本人の中でも例えばそうやって在日の方とかそういう人は絶えず問うっていうような面があると僕は思うんですけども、本当はいろんな施設の人がいっぱい社会にいるんだけども、相対的にはそういうことはあんまり問わない、あるいは問うても押し隠す社会というかそこがこの物語はものすごい勉強になるよね。そうですね。こう結構あからさまに描き出しているので、すごい考えさせられますね。それに弟のことも考えろ。将来のことも。
ここにとどまるのは危険すぎる。じいちゃんたちにとっても。旅なんて危険すぎる。お父さんがそんなことを子供に望むと思うか。父さんの何がわかるか。いやそれは言えへんやろ。ここまで優しくされてるねんから。はい、でもそれしかない。でもそうするしかないんだ。ちょっと涙ぐんでる目の表現がすごいよね。考えておいてくれ。あとは自分を責めるなよ。うん。そうだ。いい表現やな。目にすべて表現されてる。外の物置の鍵持ってる。あるぞ。ほら、楽しんでこい。あらショーン、鍵はもらった？ねえ、私これから出かけるから家事を頼みたいの。洗濯機は使える？8歳から使ってるからね。そうよね。じゃあカゴの中の服洗ってくれるかしら？洗面所にあるわ。ああ、わかった。やっとく。ありがとう。よければ部屋のお片付けもしてね。お掃除は健康の秘訣よ。そうだね。耳が痛い。2人でやるよ。それから確かにそうやな。電話もインターネットも禁止よ。そりゃ退屈なルールだろうけど。わかってるって。インターネット禁止なんや。おいダニエル、なんででしょうね。仕事だぞ。ダメ、忙しい。みんな忙しいって言ってる。何が忙しいんだ。早く来い。じゃあまず僕を見つけなよ。またこの子かくれんぼ好きやな。かくれんぼ好きな人の人格っていうのも一応あるんだけどね。そんなのあるんですか。もうそんなことで時間が何もあっても足りへんやん。じゃあ要するにね、はい子供の頃って親が急にいなくなるでしょ、はい、1歳とか2歳とかの頃ね、ほんならパッと実は壁の陰でなんかハンバーグでも焼いてはるかもしれんやん、お父さんでもお母さんでも、でも1歳2歳ぐらいやったら消えたらこの世から消えたとしか思えないわけ、だからギャーッと泣くでしょ。ほんならお母さん、お父さんでも心配して「おどうした?」とか言ってやったら「あ泣き止むやんか」って言ってた。ところがまた料理作り出したらまたいないでしょ、ほんならしばらくしたらまたわーって泣くわけ、つまり僕たちは例えばトイレ行ってきますってあなたが出ていくやんか、ほんならトイレに行ってて向こうで今手洗ってるのかなとかちゃんと想像してるから不安にならへんわけね、ところがパッと消えた瞬間にこの世から消えた、その想像力がないとこの世から消えたことになるでしょ、目に見えない。そうでその時代に不安をいっぱい抱えてそのまま大人になったら、かくれんぼ、今度は自分が隠れてそれを見つけてごらんっていう、相手にとって自分は姿を隠したり現れたりする、相手を翻弄する立場だっていうことを証明することによって、昔の不安を払拭するという、そういうことなんですか。すごいでしょ。知らんけど、分析的にはそういう考え方があって、これメラニー・クラインとかそのフロイト派やと思いますけど、でも僕はこの考え方ってね当たってるんじゃないかって気がするんですよ。もう自分が探しに行くのは嫌だっていう。そう自分が翻弄されるのは嫌だ、だから相手の前から姿を消して相手を翻弄して自分はパワーを持ったと感じたい、それを遊びの中でやる。だからかくれんぼってやっといた方がいいんですよ。小さい頃にやっぱり、ね、誰だって寂しい思いは多少するでしょ、ほんだら親が例えばたまたま牛乳とか取りに行ったとかって言って1分でも2分でも置かれてたら、ほら乳幼児にとってはすごい恐怖なわけやん、時間感覚もないから、ほんなら泣きわめいてる、ああかわいそう、でもその時には心にちょっとした傷が残ってるよね、ところが自分が消えたり現れたりする側のパワーを持ったら、自分が親の立場になったわけや、ほんならそれによって心がバランスを取ります。かくれんぼって大事なんですよ。そうなんですね。子供できたらちょっと積極的に隠れさせたいと思いました。ほんまやどこだろうって言ったら子供めちゃくちゃ喜ぶわけ、昔はお父さんいなくなった現れたって不安がられたのに、自分は今お父さんを翻弄してる、楽しい、
いないいないバーの逆バージョン。そうです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 。いないいないバーもものすごい喜ぶでしょ。あれなんて顔を隠したら本当にないっていうことやからかもしれませんよ。だから意外とスリリングな状態を味わってるんですね、彼らは。そうなんです。これちょっと、いないいないバーが考えもつかへんようなことを言うたかもしれへんけど、分かる人は分かると思います。はい。はい。あれ、うっしたく笑えねだから結構寂しい思いをしたのかもしれません。ら分かっっていうことですね。だって必要にバーン行くやん。え。お行前はきます行きます部屋の片翻弄し付けてきます。俺は洗濯だ。どうだ？またいっつも掃除ばっかり。もうやだ。もう何しゃでもあないな。何回も見てますけど、なんかだんだん可愛く見えてきたな。やった。ありがとう。なんかあかんな、僕こういう跳ねっかりの子を可愛いと思ってしまうタイプなんですよ、僕。なんかそれも分かってきます。あ、そうですか。確かにうざいけど。うんでもね、こういうことで何遍も何遍もわがままある程度聞くでしょ。はい聞くけども絶対その主導権を取られて下僕みたいにならへんで、でもある程度許してあげたら何ヶ月何年か経つうちにすごい信頼してくれるよ、こっちを。試してんねんよ、そういうな。そういうことがよくある。なるほどなるほど。で洗濯はしましたので、今度ギータにもらった鍵で物置を開けに行きます。よし、腹ごなしでもするか。どうだ？いいね。倉庫戦争の始まりだ。倉庫戦争。どうしたの？凍ってる。たく。そんなことがあるんや、やっぱり。めっちゃ寒いとここあれ誰か走ってきた。見て。ちょっと待って、急にスペクタクルになってきたよ。隣のビルコですね。危ない。止めた。すごい。すごいもう片手で止めれるんや。余裕になってます。スター・ウォーズ。ですね。でもスター・ウォーズの話は置いてきましょう。はい、すいません。不思議なことが起こった。びっくりしてる。かわいい子、この子も。今の見た？自分がやったと思ったんや。そうなんですよ。それはいや何を見たってやろな。ちょっととぼけときますね。とぼけるやろな。何を？今来たばっかでさ。大丈夫か？僕も見なかったよ。そっか。僕落ちちゃってはしごから。あれ、あのまま落ちたら結構な怪我やったかもしれへんね。顔から言ってましたよあのね。 T シャツ。好きなヒーローは？僕はパワーベア。パワーベア。そうだ。メガパワーベアがあるんだ。見に来なよ。うわ、すごいや。ああ、クリス、本当にすまなかった。大丈夫か？大丈夫だよ。なんですまなかったの？大丈夫。ちょっとこのシーン補足が必要なんですが、実は今の男の子が誰かっていうと、この作品が発売される前に体験版として出てた短いストーリーがあるんですけど、それの主人公があの子なんですよ。面白い。で、今はその体験版の話とこの本編がようやくつながったっていう場面であって、楽しいやろな。うわついに来たという感じだと思うんうですけど、わもうそれわかるわ。でお父さんがなんで謝ってたかっていうと、この男の子が家から出てきて走って木に登っていたのは、お父さんが結構アル中気味というか、そんな感じに見えた。顔の血色悪かったもん。そう血色悪いんですけど、この日も朝からビール3缶とウイスキーのボトル半分ぐらい飲んじゃってて、もうこの子に辛く当たってたんですよね。そういうこと。辛く当たるというのはどなる程度？手は挙げない。手は挙げてないですけど、でもちょっと腕にこの子あざがあって、なんかそれがどうやらお父さんが何かしたっぽいっていう含みは体験版でありました。これさ、大体さ、自分が暴力を振るったりひどいことしたりした後、こういうパターンのアルコール中毒になる人っていうのは自分が嫌いなのよ、の人が多い。必ずじゃないけど、自分が嫌いやから自分の日頃を忘れるためにお酒を飲むっていう部分もあるじゃないですか。でそうすると子供に辛く当たった後、今度は自分を責め出すわけや。ほんで子供に
許しを請うねん。今度はもう立場は逆転してんねん。ほんで子供に許しを請うと子供がなんか神みたいになっちゃってて許していいんだよって言ったら自分が許されてるような気になる。つまりは子供よりもこの時点では精神年齢自分の方が下になってるわけよ。で子供は絶えずその循環の中にいるわけ。ほんならもう夕方にはまたバーッと怒る。で怒ってひどい目に遭う。ほんで朝になったらごめんなさい。俺はなんて悪い親なんだ。いや、お父さんはお父さんだよ。僕のお父さんだよって。ありがとう。もうこの循環がずっと続くわけよ。この後ね、この子たちの家にも行くので、ちょっとストーリー進めていきたいと思います。はい。本当か？俺があんな。ほら、許しを請うてるやろ。知り合いか？心配ないよ。いい人たちだよ。ヒーロー好きなんだ。特にパワーベア。ああ。そうか。どうか遠い目してるよね、この子ね。こんにちは。レイノルズさん家に。孫なんですっていうか、ちょっと隠すか。どっちやろ、孫なんです。あ、でも関係性を分かってたら僕ら孫なんですって言うかな。はい。俺ら孫なんです。そうか。ってクリス、靴履いてないじゃないか。ごめんな。中に入ろう。僕もうちょっと遊びたい。分かった。まだ辛い思いせんなあかんからな。それとクレアに何か聞かれたら心配ないって伝えといてくれ。おばあちゃんはいつもこの2人のことを気にかけて大丈夫って様子見に行ったりするんですよ。で、心配ないよ。これな、どっちやろう。分かりましたと迎合するか、わざと分からんをして何が心配ないって言ったら聞くかやな。面白いのは何が心配ないっての方かな。ですよね。じゃあ聞いちゃいますね。心配ないって何が？ああ、まあいい。じゃあな。はい。で今のところね、このお父さんの体壁も一応予測しとかなあかんじゃないですか。お父さんの体壁でお父さん今見たけども細身で怒り型やったでしょ。まさか、もうルール忘れたのかよ。ごめん。でその細身で怒り型で顔がわりかしちょっとエラが張っていて、ほっそりした感じで、ほんであんまり力がない。ちょっと元気がないように見える、ちょっと弱々しく見えるっていうのは偶数形って言って陰性体質って僕なんか呼ぶんですけど、奇数形偶数形っていうのがあって、偶数形の人っていうのはエネルギーがなかなか凝縮しない。だから、体型を見たらもう24680のどれかやということなんだけど、特に細いから2か4か6なんですよ。でその中で怒り型でちょっとぼわっとしてる感じ、これが6種。この弟はちょっと6種っぽいね。だから突っかかってくるでしょ。ちょっと顎がしゃくってて目が座ってて、なんだよお兄ちゃんとか必ずそういう嫌事言うでしょ。ああいうちょっと突っかかってくる感じはないでしょ、このお父さんには。そうですね。ごめんなっていう感じで。ほんで背中が鉄板みたいにまっすぐやったら、ほんなら4が考えられるんですよ。で4の人っていうのはなかなかね、自分の意思が決まらない。自分の意思が決まらないけど、周りの状況とか空気はすごい入ってくるんですよ。だから環境にすごく影響を受ける。いい人なんやけども、自分の意思がなかなか決まらなくて周りから誤解されるというようなパターンの人生が何かお父さんに影響を与えてるのとちゃうかなと一瞬で考えて物語を僕たちは見ます。わかりました。はい。でも助けたかった。それもダメなの？で、お前力使うなっていうルールだけど、今のはどうなんだっていう話ですね。これね、いやこの子かなり同じある意味フォースを使う人の中ではもはや戦士級やっていうのが分かるじゃないですか。だってこう登っていった段階から読んでるわけですよ、彼は。何か起こるかもしれない。これ何か起こると、何か起こるということもフォースかもしれへんね。何か起こると思うから落ちた瞬間にバッと止めたわけでしょ。あれがあーって危ないとか言ってたら下に落ちる。だってその間っておそらく1秒ぐらいでしょ。そうですね。ということは何か起こるから救おうという中に、この跳ねっ返りの暗い弟の中に本当の意味の正義心が育ってるってことでしょ。そういう正義のために人を救いたいっ
っていう熱い気持ちのちょっとこの芽生えがこの中に見える。ほんならお兄ちゃんっていうのはすごい里い子やから、ダメだぞっていう気持ちもあるけど、あれっていうね、そういう弟が偉い能力を手に入れた、これなんとか隠さんなあかん、弟を守らなあかんっていうだけではなくて、この弟にはなんか大きな才能があるかもしれんっていうのを読んでたら、ルールを思い出させるっていう方にはいかないよね。自分の中で間違ってるってことは分かってんねん。特にこのお兄ちゃんは二種体壁って言って、もうルールが大事な人なんですよ。ね、でも今回のことに関してはちょっと待てよ、なんか自分の中にモヤモヤするものがあるぞと思ったら認めるっていう方に行くかなと。長い説明でごめんなさい。まあもっとポジティブななんか大きい使い方ができるんじゃないかっていう。余計ややこしいことに巻き込まれるってことも分かりながらね。分かりながらも。はい。じゃあそちらで。はい。お前は間違ってない。でもな、誰かに知られちゃまずいんだ。ここじゃ目立たないように気をつけないと。あの子僕くらいだった。ショーンだってきっと同じことしたよ。怒んないで。怒ってないって。終わったことだ。ダニエル。素晴らしい。今も完璧やね。だから体質的にはやっぱりルールを守る、それも大事なことやけど、このお兄さんのパーソナリティから言ったらルールを守らせたいね。ルールを守るってことが一番正しいことやから。でもその時に、でも今やった一現象については、お前がやったことが正しいってちゃんと自分自身の感受性をぐっと抑えて、やっぱり人間的なことを言ったでしょ。やっぱだからお兄ちゃんも成長してんねんよね。素晴らしいシーンやねあれ。状況とあとダニエルの気持ちも鑑みて今後のことも考えた上で。そう。ただダニエルの年齢からしたらそういう複雑な状況、お前がやったこと自体は正しいんだけどもルールを守らないとお前自身が破滅してしまうんだぞっていうことは複雑すぎるかもしれん。複雑するけども毛穴からは入ってくるよね。雰囲気として。雰囲気として。子供とのコミュニケーションってね、そこがすごい難しいことやね。明らかに能力を超えてんねん、この説明は。あと1年ぐらい経ったら分かる。でも本当のことを知らせるためには能力以上のことを伝えなければならないこと時があるやん。ほんならこの毛穴に届けっていうとにかく言うべきことは言っておく。言っておかんなあかん。分からないかもしれんけど言っておかんなあかんっていう時あるよね。そういう名シーンです。なるほど。柔軟だ。だからその力は使わないでおけ。これからずっと俺から離れるんじゃないぞ。いいな。ちょっと演じて面白いね。いいなこのなんていう脚本の良さ。最後まで聞いてくれた。珍しい。私に惚れたとか？違うって。どんどん問題が大きくなって、もうお兄ちゃん大変や。本格的にこのお兄ちゃんの辛さに今感情移入できたな。